哦，对，因为上一集他捅了。哦，他们好有一种共犯的感觉啊！在看哪里？佳纪在看什么？这下真的是摊开了说了，他也不知道自己究竟是什麼。我好喜歡前面這一段，他們倆縮在一個小小的、很緊湊的一個空間、一個角落，然後佳紀在給希卡魯洗他所造成的這個血漬。他清洗的不僅是這些血液，還有就是他自己親手造成的罪行吧。而且他們在這種感覺像偷偷摸在處理這種就是犯罪現場的樣子，也真的跟他們現在的關係一樣，是非常帶有隱秘、恐懼，帶着兩個人的秘密、兩個世界、兩個物種的衝突下隱晦的一些感情吧。上一集就是明明是佳紀這樣子先手捅了希卡魯一刀，但是希卡魯這一集最開始還是坐在這裡笑着看着佳紀洗他的衣服，像一個新生兒一樣吧。也難怪他現在根本不知道自己是什麼，其實也不確定自己到底是不是這個曲腦大人，但是這也更使得他的情感更加的原始吧。就如同現在光膀子的他，就是赤裸熱烈。現在還有這種探案的這個探索線索的這一條線啊。就是他們之前大人談到的那個。就直接說出來了。果然就是這樣吧，要有這種祭品，新娘子最珍貴的人。這已經是很重要的線索了，殺人村嘛。已經造成影響了。佳紀也變了。哦，這個笑容，自從說開了之後，他真的要同意戰線了呀。那還能恢復嗎？
耳くらいでよかったとは思っとるよ。悪女や那他精神力真的很强大了。何か光の正体の手がかりにネットで見つけた不穏な地名のスレッド。首たちって変な地名よな。確か図書館に地図。什么呀？来た。また化け物や。見たらあかん。みや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 。光る。あれ人やで。持ってる包丁やない。なんでせんだろ。啊，他的字一直在闪烁。啊！附身了嗎？啊！這太恐怖了吧！俺？めちゃくちゃ中に入られて待ってるけど。なんともないわ。悪霊耐性あるんかな。そうな。大家都好淡定啊。最近こういうの増えたなって思ったら、とうとう学校まで来とるもん。私じゃ何もできやんのに。あさこ、汚れが増えとることはあさこも気づいとったんやな。どうしたらええんやろ。なんとかするしかないやろ。いざとなったら俺が。どうした？いや、なんか腕が。是因為他把身體裡的那一半交出去，所以他的這個復原的能力就也被削弱了吧？這下的話，他如果真的再被刺，他可能也會失血過多。ここが天板山。ここが川やろ。やからここが。ちゃう。右から読む。だるま捨て。なんやその名前。希望ヶ山の昔の名前や。首たちの字も今と違う。だるま捨て、腕刈り。廃村になった腕入りと、その下が足取り。あと右下に伸びとるこの見覚えないとこと。首たち。これ、人の形か。啊，這也太恐怖了吧！取腦大人就在腦部的那個山嗎？近世初期に首立ち、腕刈り、腕入り、足取り、だるま捨ての5つに分散した。腕入りは明治中期にだるま捨てと合併。寛永2年の飢饉と疫病により多くの死者が出た。元は同じ一つの村やったんや。希望ヶ山も首立ちも。ちょっと声大きいかも。そうせん。いえ、学校の課題か何かですか？僕たち首立ちから山校通ってて地元のことを調べてみたいな。あらまあ、私も首立ち出身なんですよ。そうなんや。つい最近母が亡くなるまでずっと帰ってませんでしたけどね。もしかして松浦さんの娘？哦不，這個眼神，我天哪！汗流浹背了。結局会わないまま死んでしまったんですけど。ご冥福をお祈りします。松浦さん。はい。能抜様って知ってますか？畢竟他媽媽生前就在那一直重複這句話。能
ました。母は幼い頃あの山に忍び込んで何か恐ろしい目にあったらしく、能抜き様がおるあの山には絶対に入るなと。やっぱり人類肯定是什麼許了可能一些貪婪的願望嗎？いや、神様のようなものやと。特定の捧げ物と引き換えに益をもたらしてくれる存在やったらしいです。特定の捧げ物やったってことは今はそうやないってことですよね。そうね。能抜き様はあの村が分損するずっと前から崇められていて、やけどある時の飢饉でたくさん人が死んで、それを境にたたり神になってしまったんやと。やから絶対に山に入ってはならんよと。松浦さんのお母さんは山で能抜き様見たんかな。やからおかしくなってしまったん？そういうこと言うなや。いや、ええですよ。母がああなったんはね、妹があの山で消えてしまったんが大きいと思います。私が小学生の頃、妹はあの山で行方不明になって。それは能抜き様のせいで差點都要自爆了。だけどまさかね、当時は村中大騒ぎでね、子供らは能抜き様なんてよう分かってませんでしたから。あ、でもはじめちゃんたちは何か知っとったような。武田のおっちゃん？そうそう、私らも幼なじみなんよ。あ、そうや、はじめちゃんのお父さん、武田のおじいちゃんに聞いてみるのはどうやろ。母と同世代やから。都是他们这群长輩、老年人，他們知道的最多了。他們都有在參與其中嗎？私は母にとって薄情な娘でしたから。それでも大事な人やったなって。家祭。朝が嫌や。毎朝お父やんがおらんことに気づくんやもん。笑っちゃいますよね。哦，家祭自責的不行。なあ、俺たたり神やったんかな。ねえ、いやや、たくさん死んだって俺がやったん？お前さ、松浦さんに何したか分かっとる？わかいや、分かっとらんな、俺は。俺はアホや。松浦のばあさんにも家族がおんのにどっかで軽く見てたんや。知って重いわ。何に対して謝っとんの？謝ったって仕方ないやろ。因為他知道他不明白。希卡魯也很坦誠的說自己不知道。これから先、お前がまた誰か殺してまったとしても、俺も一緒について。哦，我的天哪！我的天！ここにおったらあかんってことも浮き彫りになるかもしれん。でも、もう目をそらすのはやめたから。不再逃避，天吶，家祭糾結了這麼多集，終於要真的是共犯之間關係了。天吶！これお父さんに渡しといてください。お前ないつも人の話も聞かんと勝手だ。もっと説明なりな。いや何、お守りみたいなもんです。大切なプリントほど俺のカバンに紛れとんのは光と変わらんな。乱れん人や。せいてか。因為他身上有那個標，他知道他身邊可能有
不尋常的東西存在。はい。ああ、そう。さ、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、いいです？なんですか？ここの村のさ、名産品って何？他絕對察覺到不對勁兒了，那小倉鼠都有反應了。そうなの。でも僕ちょっと椎茸苦手なんですよね。唾液で出汁出てる感じしません？僕民族学者でさ、ここの集落のこと調べに来てるんですよ。普段はミカサさんとこに下宿させてもらってて。君はなんて言うの？辻中ですけど。おお、そうっすか、辻中くん。ありがとう。好き嫌いせず食ってみます。這麼可愛的。真的就直接拉手上。嘘ですよね。ハムスターの寿命って2、3年じゃ。こいつは特別。バケハムですから。いや、でもありがとうございました。君さ、僕と似てるよ。まだな。他已經鎖定了。さっきの彼、なんか持ってるし、混ざってますよね。何かあれに強く関連するものを持っている。確実に哦接触している。不。それにあの腕の跡。あれには感情どころか自我もない。もっと概念的なもんだろう。普通に人の姿をして有。ありえるのか。猟犬がすぐに見つけるか。はい。報告は逐一お願いいたします。事案 AA104 番調査中っす。異常性はまだ見当たらないっすね。わかりました。引き続き調査をお願いいたします。中間報告を怠らないように。うるせえな。8番注文お願いします。武田のじいさんに話聞きに行くんやろ。勉強しとる場合かや。どうやって話すかも同時に考えとる。さ、俺のかけらちゃんと持っとる？持っとる。肌身離さずな。絶対なくすなよ。それ壊れたら多分俺。完了，這不會是個 flag 吧？畢竟是他的身體的部分啊。多分壊れやんけどな。こんなに静かやったっけ？鈴の音。真憋。動かんね。他們會聽希卡魯的指令。因為他的東西缺少了，所以他的能力下降了。啊！鈴鐺聲就是應該是他們那些
哦。啊。ほら、起きて。お兄ちゃん、もう大丈夫よ。どうされました？辻中君。唯一真神，这个大姐真是真神。不过最后出现的那个铃铛的声音，我觉得应该是他们驱邪的那种，就是道具吧。虽然最後結尾真的是非常的恐怖，而且是一個非常緊張的一個就是狀況吧。畢竟現在 Hikaru 他已經喪失了很多就是去傷害或者說是去命令這些鬼怪、這些邪惡惡靈的這個能力。但是有意思的是，他這樣一個怪物，他在因為變得更像人類而在被削弱。比如說像他這集都能感受到疼痛了呀什麼的，就是這都是人類真實會有的這種感官。而且在這之前都是 Hikaru 一直在就是作為一個去保護家計這麼一個存在，而這一集看到他們的關係好像發生了一個很微妙的逆轉吧。家計發現 Hikaru 他已經流出這樣子的鮮血之後，他馬上就是抓着 Hikaru 往外跑。看到 Hikaru 真的像人類一樣，也會痛，會慌亂，也一樣會被攻擊，也會感到害怕吧。自從上一集結尾的這個對話之後，他們也有了新的這個共同捆綁的命運吧。所以家計這一季是算下定了決心吧，就是跟 Hikaru 站在同一戰線，無論他今後又殺了誰，他都會和他一起承擔罪行的。真的算一種同歸於盡式的陪伴和承諾吧。這一集也是給到我們很多這個關於瞿島大人還有這個村子的線索吧。就像最開始那爺爺其實也說了，就是這是殺人村，因為他們向瞿島大人許下了那樣的願望。這些老一輩的人之所以這麼害怕瞿島大人，就是跟他們可能就是跟這個瞿島大人有一個怎樣的契約，或者說是獻祭有關吧。而像瞿島大人這樣子的生物，可能就是這些願望、這些貪婪的類似於代償者吧。再加上這一集看到的像那個地圖擺出來像人體的形狀，可能就是不同的部位，它會獻祭不同的器官，或者說是不同部位的意識之類的。但失蹤的一些人啊，比如說像松浦小姐還有妹妹啊，他們都是就是需要去滿足這個他們願望的犧牲品吧。現在他們也是非常的危機嘛，畢竟武田已經發現家計他可能跟邪惡的東西相關聯了，並且還說他跟武田是一樣的人。很期待看我接下來故事的走向了。那這期就這樣結束了，我們下次再見了，拜拜。